1939年9月7日、ポーランドのビズナという町のすぐ外でのことです。大砲の準備はいいか？はい。隊長、弾薬はバッチリです。各自の配置につけ、みんな準備しろ。激しい戦いになるぞ。ブワディスワフ・ラギニス隊長は自分が指揮する防衛陣地を見回しています。そこはナレフ川の岸に沿って 6km にわたって続くバンカー、地下壕、登山壕の集まりです。元気を出せ、クシシュトフ。無事に家に帰って彼女に会えるさ。ビズナの方をよく見ておけ。ドイツ軍がこっちから来るかもしれないぞ。伏せろ。突然、大きな爆発が地面を揺らしました。空が炎と破片でいっぱいになり、塹壕の兵士たちは急いでバンカーへ逃げ込みます。次に飛行機が頭上を飛び回り、爆弾を落としました。一人の兵士が電話に飛びつき、みんなが恐れていたメッセージを伝えます。敵が来ました。乾いた草に火がつき、塹壕全体に炎が広がります。煙と砂ぼこりで空気が悪くなります。激しい攻撃は30分間続きましたが、突然止まりました。戦場は耳が痛くなるような爆発音から不気味な静けさへと変わります。兵士たちは体を隠し、一歩も動きません。外でその静けさを破る音が聞こえました。戦車部隊が丸ごと来ています。ラギニスに伝えて、了解。命令は橋を爆破しろ。わかりました。前線の兵士たちは次の瞬間に備えます。待て待て、今だ。一瞬のうちに橋はバラバラに破壊され、瓦礫や車が水の中に落ちていきました。対岸のドイツ軍は大混乱に陥り、多くの者が逃げ出します。ポーランド兵は静かにバンカーの中で耐えています。やがて銃撃が止まり、ドイツ軍はどうしていいかわからないようです。外を覗くとドイツの歩兵はいなくなっていましたが、戦車はまだ残っています。その時、建物から数人の男たちが歩いて現れました。イエジ、あれは幹部かわからないが、偉い人のようだ。撃ちたい衝動に駆られます。彼はマシンガンを敵に向けますが、迷ういとまはありませんでした。川の向こうのバンカーに敵がいるぞ。ポーランド兵は引き金を引きました。マシンガンが連射され、数秒で敵を倒します。退却だ。早く村に戻れ。これを食らえ。大きなライフルの音が響き、重い弾丸が敵の戦車に当たります。何度も撃ち込み、敵の戦車は大混乱になります。敵も大砲で反撃してきますが、ポーランド軍の待ち伏せから逃げるように退却していきました。陣地に戻ったラギニス隊長は報告を聞き、最初の成功を喜びますが、敵の数が多すぎるため長くは持たないと分かっています。一晩中、銃声と爆弾の音が響き、眠れない夜が過ぎました。朝になると深い霧が立ち込めます。何も見えませんが、何かが動く音が聞こえます。隊長、戦車が動いています。川を渡ってきます。対戦車ライフルを準備しろ。戦車が川を渡る音が聞こえ、霧の中からドイツの戦車が現れました。ポーランド軍はすぐに攻撃を開始します。戦車の後ろからはたくさんのボートに乗った歩兵が現れます。マシンガンで彼らを攻撃し、多くのドイツ兵が倒れますが、戦車も激しく反撃してきます。攻撃を受けています。敵の場所が分かりません。対戦車ライフルで戦車を止めようとしますが、数が多すぎます。戦車を1台撃破。攻撃を続けろ。その直後、敵の列に激しい砲撃が降り注ぎました。爆発が起き、ドイツの歩兵は隠れる場所を探して逃げ惑います。激しい砲撃の中で戦車も大ダメージを受けます。この戦いは大砲同士の戦いになりましたが、バンカーがあるのはポーランド側だけです。ドイツ軍は耐えられなくなり、生き残るために必死です。その頃、ある兵士がラギニス隊長に電話をします。持ちこたえていますが、もっと援護が必要です。聞こえますか？クソ。突然、敵の新しい弾が爆発せずに白い煙を出し始め、戦場全体が見えなくなりました。ポーランド兵は警戒を続けますが、傷ついたドイツ軍は川の向こうへ退却していきました。しかし、これは勝利とは言えません。隊長、弾がもうありません。メインのバンカーに退却した方がいいです。そして、勇敢な兵士たちは夜の闇に紛れて逃げる準備をします。生き残ったのはわずか11人でした。撃つな。合言葉は、いいねとチャンネル登録、ライク、サブスクライブ。前線からの味方だ。その頃、ラギニス隊長は深く息を吸い、自分たちの戦いの番だと覚悟します。彼は近くの村にある2つ目のバンカーのシュミット隊長に電話をします。前線が突破された。敵の様子を見てきてくれないか。すぐ行きます。
シュミットは数人の部下を連れて外へ出ます。前線に着くとそこは完全に破壊されていました。川を見下ろすといくつかの戦車はすでには立っていましたが、多くはまだ対岸にいます。仮の橋が作られており、ドイツ軍が集まっています。隊長、撃ちますか？いや、我々の任務は報告することだ。彼らはバンカーに戻り、シュミットはラギニス隊長に報告します。そのエリアを攻撃し、戦いに備えろ。はい、隊長。ポーランド兵は武器を何度も確認し、敵に一撃を食らわせる覚悟を決めます。やがてポーランド軍の砲撃が響き、その後、敵の飛行機が戻ってきました。激しい爆撃がまた始まります。それが収まった時、ラギニス隊長は次の展開を察しました。ドイツ兵が木や草に隠れながら進んできます。ポーランド兵はバンカーから応戦し、敵を次々と倒しますが、敵の数が圧倒的です。ドイツ兵が塹壕の一つに侵入してきました。くそ、進めない。本隊を待つぞ。数時間の膠着状態の後、遠くから音が聞こえてきました。ドイツの第10戦車師団から60台の戦車が現れたのです。戦車が一斉に砲撃し、弾がバンカーに当たります。ポーランド兵も全力を尽くしますが、普通の武器では戦車の数に対抗できません。最初のバンカーの兵士たちは命がけで激しい攻撃に耐えています。道の向こうではシュミット隊長も同じように不可能な戦いに立ち向かっていました。コンクリートのバンカーに次々と弾が当たります。そしてついに一発の砲弾がバンカーを貫通し、最初のバンカーは完全に静かになりました。すぐにドイツの歩兵がドアを壊して中に入り、そこを占領します。攻撃は続き、次はラギニスのバンカーが狙われます。しかしシュミットはまだ諦めていません。銃剣を装着しろ。男たちが叫びながら破壊されたバンカーから飛び出し、シュミットが先頭に立って突撃します。ドイツ兵は慌てて逃げようとし、激しい戦いの末、シュミットの部隊は敵の正体を全滅させました。戻れ、みんな戻れ。彼らは急いでバンカーへ逃げ帰り、奇跡的に無傷で戻れました。しかしそれも長くは続きません。再び激しい砲撃が始まり、外の防衛線が崩壊します。シュミットのバンカーは包囲されました。シュミットもライフルで応戦し、ドイツ兵が次々と倒れますが、敵の戦車が彼らに狙いを定めました。バンカーから出炉、大砲が爆発し、部屋中に破片が飛び散ります。シュミットと他の兵士たちが倒れました。ドイツ兵がドアを叩いています。シュミットは他に方法がないと悟り、降伏しました。最後に残ったのはラギニスのバンカーだけです。数も武器も完全に負けています。ドイツ軍は包囲して中に入ろうとしますが、ポーランド兵は入り口で必死に防ぎます。この戦いは一晩中続きました。諦めろ。お前たちに勝ち目はない。返事はなく、ポーランド兵は銃弾で答えます。彼らはできるだけ多くのダメージを与えようとしますが、弾を節約しろ。敵の数が多すぎる。と、もう最後の数発しか残っていません。すぐに降伏しろ。これ以上戦うなら容赦はしない。ラギニス隊長はまだ諦めたくありませんでしたが、部下たちに無理をさせるわけにはいきません。彼らはすでに十分すぎるほど義務を果たしました。ラギニスは部下たちの前に立ち、深く息を吸いました。みんな、今までありがとう。国のために本当によく戦ってくれた。武器を置く時が来た。彼がドアを開けると、ドイツ兵が並んで立っていましたが、撃って吐きませんでした。ラギニスはドアを押さえ、部下たちが一人ずつ敬意を込めた目で見つめ合いながら外へ出て行きます。最後の戦友が出ていくと、ラギニスは一人でドアを閉めました。その直後、宙から手榴弾が爆発する音が聞こえました。ブアディスワフ、ラギニス隊長が率いたのは、わずか720人のポーランド兵でした。彼らが立ち向かったのは、4万2000人の兵士、450台の戦車、そして多くの大砲を持つ圧倒的なドイツ軍でした。彼は死後、その勇敢な戦いを称えられ、国家から最高位の勲章を授与されました。